さて今回は小田原市早川の見どころまとめ映像です。早川といえばやっぱり小田原漁港、ここを中心としたスポットが有名で名店がいくつもあります。2019年にはお魚テーマパーク漁港の駅トトコ小田原が完成。さらに早川の山側には豊臣秀吉が難攻不落の城小田原城を攻め落とすために一夜のうちに築城したと言われる石垣山一夜城の歴史が残っている。ということで食も歴史もぎゅっと凝縮され観光客が年々増えている町早川を大特集。小田原市早川なんですが、他の市内の町とはまた少し異なった魅力がある町なので、そこら辺を今回お伝えできればと。早速なんですが、早川の象徴ともいえる小田原漁港周辺、こちらは平日でも多くの人が訪れる人気スポット。これはかき氷屋さん。みんなのお目当ては漁港の中にある定食屋さんや周辺の新鮮な魚を使った料理。それともう一つ観光客を魅了しているのが猫。早川は全体的に猫ラブな街ですが、特にこの漁港があるエリアは猫に優しい環境で人懐っこい猫が多いです。それぞれのお店の前に居ついた猫をお店側も可愛がっているよう。猫目当てで小田原漁港を訪れる人も少なくない、まさに招き猫。僕も飲食店の良さを知るより先に猫見たさに何度も小田原漁港を訪れていました。これ結構昔の映像です。ムニムニみたいな感じ。漁港周辺だけでも十分満足できるご飯屋さんはありますが、少し離れたところにも美味しいお店があるので紹介させてください。到着したのは早川駅から一夜城方面へ徒歩で12分。魚屋魚虎の隣にある魚料理魚虎、魚屋さんの経営するご飯屋さん。もう絶対うまいよね。店内はカウンターと奥に座敷があるっぽいですね。で、お客さんのほとんどが注文する絶大な人気を誇る海鮮丼をお願い。魚虎さんでは注文をしてから調理をするというこだわりで、この日は特に座敷に団体さんが入っていたので結構待ちました。でもね、待つ価値はあった。どうですか？もうね、全部美味しいんですよね。これ時期にもよると思いますが、実際にはいくらも入っています。僕ちょっとアレルギーなもんで外してもらいました。さすが漁港の近く。お店の腕前もあるんでしょうけど、小田原の魚はやっぱり美味しい。でもなんでこんな美味しいんだろう。ということでやってきました。はい、おはようございます。銀次郎です。今は時間は4時40分、小田原漁港に来ています。今日はですね、小田原漁港の競りに潜入して小田原の魚がなぜ美味しいのかを調査したいと思います。そして今回は助っ人が来てくれてます。こちら、小田原ではちょっと有名人の梅ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。梅ちゃん声ちっちゃい。お願いします。それでは行きます。どうやら YouTube 初公開らしいです。小田原漁港の競りに潜入。小田原の魚がうまい理由を調査します。とその前に少しだけ歴史を振り返りましょう。小田原漁業の歴史は古く、魚市場のような魚分配所ができたのは室町時代。こちらはまだ漁港がない昭和28年浜揚げの様子。
地引き網みたいな感じですね。昭和初期に建設が計画された小田原漁港は昭和43年に本港が完成。ここはもともと陸地で掘り込み式で作られた全国的にも珍しい漁港。はい、じゃあ今日こちらをご案内していただく健坊さんです。はい、おはようございます。小田原市役所の水産海浜課の健坊と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、潜入捜査と言いつつ正式な撮影許可を得て小田原市水産海浜課協力のもと撮影していきます。健坊さんは普段何をやられてるんですか？私はですね、小田原市の水産海浜課というところに所属してまして、で基本的には、こちらの今市場の管理ですとか、あとは魚食普及だったり魚の価値向上みたいな、そういったところで水産振興といった仕事をしております。インスタグラムってあれは健坊さん？そうですそうです。はい、私とあと今もう1人2人かもう2人の職員で回している形ですね。小田原のお魚が美味しい理由は何ですか？はい、小田原の魚の美味しい理由は、健坊さんによると環境の良さと漁場の近さがまずあるという。丹沢山や箱根山から川を伝って豊富な栄養分が小田原の海に流れ込む。さらに小田原の海は沖合500メートルから1キロで水深100メートルに達するほどの深い海。ここから運ばれた海からの栄養と山からの栄養が混ざり合い、良質な餌が豊富で美味しい魚が育つ。そして魚って持ってくるまでにどうしても時間がかかると傷みやすかったりするところもあるんですけれども、漁場が近い分そういった時間がかなり短くなるといったところが一つあるというところですね。漁場の良さと、あと鮮度の、時間が短いっていうスピード感があるところが小田原が魚がうまい理由といったところで、一つ言わせてもらってます。小田原の魚が美味しい理由は魚市場の中にもあるということで、早速潜入。ここはですね、今日はい、取れた魚っていうのはこの黒板に書かれて、何匹じゃないのか。そうですね。はい。でやっぱり今夏っていう季節にも近づいてるんで、そういうサバとかシイラとかそういう夏っぽい魚もだんだん増えてきたな。シイラってな、割と南方系の魚で、それでもハワイではね、マヒマヒって言われてたり、いわゆる高級魚の部類にも入るんで、小田原の場合やっぱ鮮度がいいから、こういうシイラとかでも全然生でいけちゃうっていうのが非常に魅力的ですよね。こちらに今水槽あるじゃないですか。こちら活魚の水槽で、こちらにあるのは刺し網漁などで取られた活魚。生きている魚という意味で、反対に神経締めや冷水締めをしてある魚は鮮魚と呼ぶらしいです。これ鮮魚ですね。で、比較するとやっぱり生きている活魚の方が値段が高い。飲食店のタイミングで締めたり、活用方法はいろいろ。今って皆さん何のなんか始まってるんですか？まだ始まってないです。今基本的に黄色い帽子と赤い帽子が買受人って言われる方で、魚を買える権利を持った方、で、今まさにこれから始まる競りに向けて、いわゆる目利きってやつですね。魚の品定め、そうこれから始まる競りに向けて皆さん調整している段階。なるほどですね。結構な人数がいますね。だいたい1日300人ぐらい。300人。はい。主に魚屋さんですか？そうですね。魚屋さんだとか、あと飲食店の方、であとは仲買人の方もいますね。ここで仕入れた魚を他の、ところに届けに行ってるという。結構若い人多いですね。そうですね。若い人、やっぱバイヤーさんは若い人多いですし、漁師さんも小田原って実はすごい若い人が多くて、この近辺ですね。この辺他と比べると。今漁師の平均年齢って大体60代が平均年齢なんですけど、小田原の場合は二宮さんとかもすごい若いですし、大体20代ぐらい。若い人が多いっていうのは非常にこの地域の強みというか、やっぱね、魚を取る人がいないと、どうしてもね、産業としては回していかないとか。少しずつ慌ただしくなってきた早朝5時30分。
活魚の競りがスタート。多分ね、何人って誰が競り落としてるって多分分かんないと思う。ここはね、近くに行かないとあんま分かんない。慣れるまですごい時間かかる。そう、なんかやっぱバイヤーさんとかに言わせると慣れるまで1年ぐらい、慣れて買えるようになるまで。あれ、もう終わった。早っ。早いっす。すごい早いです。競りは恐ろしいスピードで進んでいく。中には走る人も。誰が購入できたのかさっぱりわからなかったが、競りが終わった水槽を見てみると購入者がわかる。こちらで取れる量の特徴とかってあるんですか？今ここに並んでるのは基本定置網で取れた定置網ですね。はい。定置網とは魚の習性を利用した入ったら出られない迷路のような網で、小田原には石橋、こめかみ、根府川、江ノ浦の4カ所に大型定置網が設置されている。おお、大量。江戸時代から今の漁場って続いてるんですよね。で、一回こう専門的なこう学者さんらが入って、その場所が適切かっていうのを改めて、調べたらしいんですけど、それでも今の場所がやっぱり集まるんだってことが科学的に見てもよく分かった。魚の習性とか海の潮の流れみたいなところで、はい、そういったところっていうのを、昔の人は感覚的に分かって漁場を分かったと思うんですけど、次の競りまでまだ時間があるので、今日水揚げされた魚を見ていきましょう。まずこちらは高級魚タチウオ。小田原といえばやっぱりアジ。刺身も天ぷらも最高なホウボウ。サメなんかもありますね。鮮度がいいと臭みがほとんどないんだって。何種類ぐらい取れるんですか？日本全国に魚って4000種ぐらいいて、相模湾では1600種で、これ結構実は多い方なんですね。さらに主な食用ってところでは大体300種ぐらいこの市場では取引されてる。で、本当ね、ここねバリエーションが豊富なんですよ。季節によってまただいぶ違いがあるので、今日水揚げされたものが今日小田原市内で食べられる。そうですそうです、はい、この後、バイヤーの方買ってお店にまた帰って、で大体店頭に並ぶのがお昼前だとか、そのやっぱスピード感で消費者の方のところに行けるっていうのは非常にメリットですよね。そのスピードを実現している要因の一つがこちらのフィッシュポンプ。こちらは魚をポンプで吸い上げて素早く魚市場内へ運ぶことができる装置。通常のタモですくうよりも短時間で水揚げが終わる。さらにこの船では0度の殺菌冷海水を使用していて、漁港に到着する前から鮮度を保っている。続いてこちらの選別機。漁獲された魚を大きさごとに自動で選別してくれる機械。最後の魚種ごとに分ける作業は人が行うが、それでも作業スピードを大幅にアップできたんだそう。ノンストップですね。そうだから今ね、この時間が一番忙しいです。もう時間がないんで。6時、鮮魚の競りが始まった。こちらは活魚よりも量が多く買い受け人も多いので、まさに争奪戦。いい魚を買い付けようと真剣勝負といった感じ。大勢が活発に動き回るので、素人が中に入るのは危険らしいです。この競りはね、見ていて感動ですね。熱くなりました。小田原に住んでからというものの、普段何気なく取れたてをいただいてましたが、これはいつも美味しい魚を食べさせてくれるお店の方や漁業関係者の方々に感謝です。小田原で取れるってことは、小田原で食べたらお魚安いんですか？いやいや、高いですよ。なんで？ちゃんと理由があって、見切って値段をしっかりつけるっていう意味で、いいものにはやっぱ高い値段っていうのはついてくるんですね。そういう市場の原理といいますか。
でそういったところで、小田原やっぱ朝どれの魚をお店に並ぶことができるっていうのは、ものすごいこう価値が高いことなんで、その分当然値段も高い。でやっぱプロの方が評価して価値が高いってことは、その分魚がうまいってことなんですよ。他の産地とかから何日も何日もかけて、鮮魚をね運んでくるっていうことよりは、地元で取れたものがその日のうちに食べられるっていうところは、ものすごくこうあんまりみんな知られてないけど、実はものすごい価値がある。そこのね豊かさには本当にいろんな、特に地元の人は知ってほしいなっていうのはいつも思うんですよね。小田原市水産海浜課健坊さん、ありがとうございました。それでは小田原のお魚が美味しい理由のまとめ。小田原の海は丹沢や箱根の山々から運ばれる豊富な栄養と深い海からの栄養が混ざり合う魚が育つには最高の環境。定置網を仕掛ける漁場が漁港から15分程度ととても近いという優位性。他の地域はもっと遠いことが多いらしいです。船の中で鮮度を維持する0度の殺菌冷解水装置や、船から魚を吸い上げ素早く水揚げできるフィッシュポンプ、自動選別機による素早い仕分けなどなど、小田原の海だからこその条件と鮮度を維持しようとする漁業の努力、これらがあって小田原の魚は美味しく魅力的だということが分かりました。他にも漁船側の仕事などお伝えできていないことはありますが、それはまた別の機会で漁船に乗ったらお伝えします。ケン坊さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。何か最後に言い残したこととか、もうちょっと伝えたい魅力などあれば。じゃあ最後に宣伝してもいいですか？宣伝いいですか？今年の8月7日に、3年ぶりにですね、小田原港祭りが開催されます。海と人との触れ合いの場というテーマでですね、乗船ができるイベントですとか、美味しいお魚が食べられるイベントというのを今考えておりますので、また詳細は小田原市のホームページでも発表していきたいと思います。ぜひですね、夏休みの思い出として、小田原漁港に遊びに来てもらえればと思いますので、お待ちしております。ということで、今回撮影にご協力していただいた小田原市水産海浜課の皆様、ありがとうございました。さて、続いては、以前から気になっていた早川の洋食レストランへ向かいます。場所は漁港の駅トトコの向かい。車で来る場合は国道135号線沿いにある、こちらが今日の目的地、千歳屋さん。もう一度言います。車の方は国道135号線側から入ります。しつこく言うのは、僕は以前一度車で来たんですが、その時ナビで設定したら反対側の駐車場がない側の入り口に案内されて、結局場所が分からずに行くのを断念した経験があるからです。さてさて、営業中ですね。昼間ならカフェ利用も大丈夫そう。店先にはアンティーク調の置物や昔の看板がお出迎え。これは店内が気になる。やっぱり中もアンティークが至るところにデザインされています。こちらの建物は大正時代のもので、あと2年で築100年になるそうです。居心地のいい空間。この扇風機、昔うちにあったな。懐かしい。こちらのご主人はアンティークが好きってネットに書いてあったな。あと料理の腕前が素晴らしいと評判。きっと優しい紳士的な人なんだろうな。という振りを入れてから登場していただきましょう。だん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 。はい、こちらがご主人の中村さん。割とごつめ、めちゃめちゃ強そう。でも話してみるととっても優しい。あと会話のレパートリーが豊富ですね。ケーキとコーヒーをいただきつつ少しお話を伺った。これは西京味噌を使ったチーズケーキ。うましょっぱ甘うまですね。千
千歳屋さんは2020年1月にオープンしたご夫婦で営まれている洋食ダイニング。正式名はサラマンジェ千歳屋。サラマンジェ。サラマンジェはフランス語で食堂とかダイニングという意味。気軽に料理を楽しんでもらいたいという思いから付けられました。ご主人がもともとものづくりが好きで、今でも昔の灯油ストーブの販売からメンテナンスまでやっているそうです。ちなみにこのコーヒーの豆は自家焙煎。こだわるね。あまりにご主人がいろいろなものにこだわりすぎて働きまくってしまうので、たまに奥さんに怒られてるらしいです。奥さん恥ずかしがりや。そんな千歳屋さんですが、2022年6月現在、ランチやカフェタイムは予約なしで大丈夫ですが、ディナーはコース予約が必要。今後状況を見てもともとやっていたアラカルトを再開するかもしれないので、詳細はお店のホームページをチェックしてみて。2階もあるそうで、ご主人に案内していただきました。こちらも洒落た空間。床や壁などはご夫婦で張り替えたもの。いい風入ってくる。2階もアンティークアイテムが至る所に。マンダム。ディナーも楽しそうだな。早速ディナーを予約して来てみました。今回はお酒を飲む気なので電車。早川駅から8分くらいかな。こちらが駐車場とは反対側の入り口。かわいい外観。やっぱり日が暮れてくると雰囲気が増しますね。席に着くと本日のメニューが、おや、銀次郎の表記。嬉しい。持って帰ろう。さて料理ですが、気に入りすぎて父の日にも来たので2回分の映像です。どれもこだわりの食材で手間を惜しまない料理たち。地元の食材も結構使われていました。本当にどれも美味しい。好みにぴったり合うんですよね、塩梅が。スパイスやハーブの使い方が特に素晴らしいというのはご主人の説明を聞いたから。これは白ワインベースのソースらしいけど、どうやったらこんなにうまくなるのか。このサラダのナッツドレッシングは持って帰りたいぐらいのうまさ。ご夫婦が素材の説明を丁寧にしてくれるので余計美味しく感じる。千歳屋さん、本当は教えたくなかったけど YouTube 配信するって言っちゃったから仕方ないね。食事も会話も好みが合うと楽しいね。人柄もお値段もとてもフレンドリーでした。夜の2階もまた素敵。石目ガラスが外の照明をきれいに見せる。夜のマンダムはよりムーディーに。マンダム。ランチもとても人気らしく、次はそっちだな。サラマンジェ千歳屋さん。アンティークと美味しい食事、癒される空間にぜひ来てください。サラマンジェ。続いて訪れたのが早川駅近く、昔から地元民に愛され続けている青木食堂。早川通のはっちゃん曰く、出前でよくカツ丼を食べていたとのこと。店内は落ち着いた雰囲気。ご夫婦で経営されているのかな。こちらのおすすめはカツ丼やチキンライス。チキンライスがうまいってことはオムライスもうまいんでしょうね。いや、うまい。安定した定食屋さんの味。後日カツ丼もいただきましたが、家庭的だけど家庭じゃ出せない美味しさでした。どういうこと？さて続いては
早川山側の名所一夜城に行ってみましょう。一夜でできたと言われるお城、本当にそんなことが可能なのか、そのからくりとはといったことを今回解説していきます。いつも通り行きたいのですが、今回僕の知識だけでは足りないため、小田原の歴史に詳しい方に助けを求めた。その人物がいるのが早川駅前にあるこちらのカフェ、パステルオブライト。中に入ってみましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。こちらが今回お世話になる伊藤さん。伊藤さんはパステルを粉にして指で絵を描いたり、さまざまな手法で作品を作るアーティスト。何でも伊藤さんは約25年前、転勤で小田原に来たことをきっかけに、この土地の歴史に興味を持ち、その後移住。小田原が好きで、その歴史を他の人にも知ってもらいたいと、小田原の歴史にまつわる作品を多数制作している。こちらのパステルオブライトは、そんな作品を見ながらコーヒーを飲めるアートカフェ。今回はパステルオブライト自慢の手入れコーヒーを飲みつつ、伊藤さんと一夜城の VTR を見ながら解説やフォローをしてもらおうという企画だ。それでは早速 VTR スタート。ということで一夜城の駐車場から始まります。こちらには世界的なパティシエ鎧塚俊彦さんが手掛ける一夜城鎧塚ファームがある。スイーツを販売するパティスリーやレストラン、地域のものを販売する直売所などもあります。そして魅力は約2000坪の美しい農園。こちらではレストランを利用しなくても季節の花や景色を楽しむことができます。行かれたことありますか？あります。レストランの中はちょっと予約しないと入れないんですけど、ケーキは買って外で食べれるんで、よく買って外のところで食べる。いいですね。気持ちいいんで。さて今回はこちらでおしゃれにランチではなく、こっち石垣山一夜城に行きます。大体石垣山もいつから石垣山になってるのか分かんない。そうですよね。全然分かんない。もともと違った。多分違ってたと思いますよ。途中から石垣山になってると思うんで。調べてみるとその通り、もともとは笠懸山という名前だったが、豊臣秀吉がここに総石垣の城を築いたことから石垣山と呼ばれるようになったそうです。関東はまだ土の兵だったんで、これが一番最初のこの辺りの石垣の城だっていう話聞いてます。そうなんですね。それでびっくりした。西の方から秀吉さんが持ち込んだやつだっていうことで聞いてますけど。西の方の技術？そうみたいですね。こっち側の方ではまだ土の壁の、北条さんのお城って土の壁のお城だったんで、そこに石垣の立派な見たこともないやつが出来上がったんでびっくりしたっていう話があるっていうのは聞きました。さて一夜城入り口手前、杖の貸し出しをしている。険しい道のりなのかな。進みながら一夜城の歴史をご案内。天正18年3月、天下統一を目指す豊臣秀吉は兵を率いて小田原北条氏の市城を次々と攻め落とし、4月には小田原城を包囲。伊藤さんによると、この時攻めてきた兵士の数は今の小田原市の人口と同じくらいだそう。今小田原市の人口は18万ですけどね、一時20万までいたんで。じゃあその時と同じぐらい。大体同じぐらいまで、大体20万ぐらいなんで、当時の攻めに来た人がそのまま今小田原に住んでるんじゃないかとか、何か因縁があるんじゃないかっていうね。面白い。小田原城包囲と同じくして、秀吉は石垣山一夜城の築城に取り掛かります。
だいたい3ヶ月ぐらい急ピッチで作業が進められました。3ヶ月って全然一夜でできた一夜城じゃないじゃんと思いますが、これは実はお城の完成まで周囲の樹木を残したままにしておいて、お城を隠していたんですね。まあさすがにバレそうな気もしますが、それでお城の完成後、一夜のうちに樹木を切り払い、まるで一夜のうちにお城が出来上がったように北条方に見せたと。そんな言い伝えから一夜城と呼ばれるようになりました。本当にバレなかったんですか？まあ多分総構前の外でやってるからってことじゃないですか。ああ、そういうことか。総構前の中に入ってないからってことだと思う。だから総構前の中に入れないからどうするかって言って、外から一番高いところから、だから総構前があるから油断してたっていうのが北条氏なんで、まさかその外のところから、そんな高いところからそんなもん出てくると思っていないんで。一夜城完成後すぐの6月26日には本営を湯本の総雲寺から一夜城に移し、7月9日には小田原城が落城しました。ちょっと北条さんの想像を超えるものを秀吉さんが出してきたから、もうこれあかんと。そうですね。で、完成してからすぐね、落城してますもんね。多分籠城すれば持ちこたえれると思ったんだと思うんですよ。その前に信玄とか謙信とかにを帰らせたじゃないですか。打ち勝ったわけじゃないですか、一応。そういう感覚で今度もいけるんじゃないかっていう気持ちもあったんでしょうけども、それを上回るのが秀吉さんだったんです。小田原合戦後、一夜城は廃城となり、現在お城の姿はありませんが、石垣が残っているので当時の雰囲気は十分伝わります。本丸まで登ってくるとよく小田原が見渡せる。ここから小田原城も見えるのかな。で、現在の小田原城、ではないんですよね。ではないです。攻めた時っていうのはね。場所はどこにあったんでしょう？多分小田原高校あたりが一番の中心じゃないかとかって言われてます。でも今いろいろと発掘されてるんで、新しくいろんなものが出てきてるみたいですけど。ここで伊藤さんが小田原城にまつわる面白いものを見せてくれた。これ何ですか？私が想像で描いた北条さんの小田原城です。へえ。こんな感じで山の上にそびえ立ってたんじゃないか。面白いですね。ありがとうございます。この一夜城の史跡は学術的な価値の高さから昭和34年国指定史跡になりました。一応豊臣さん、秀吉さんに歯向かってた最後の大きい大名さんというかが北条さんということで、北条さんを潰したことで事実上の戦国時代が終わり、秀吉さんがこれで逆らう者がほぼいなくなったというふうには言われてますけどね。ちょっとすごいですね。歴史的にもすごい重要な一つの日本の変わり目というそれが小田原なので、すごい。あ、そうそう、一夜城入り口の手前に自動販売機があって、ここでしか買えないグッズを販売中。こんなのあるんだ。歴史好きの方はチェックしてみて。すごい。さて、一夜城散策のまとめ。一夜城鎧塚ファームは景色が最高。地元食材や農園で育てた素材を使ったレストランがある。一夜城の建設期間は約3ヶ月だが、まるで一夜でできたように見せた秀吉の策があった。早川駅近くのパステルオブライトはアートカフェなのに小田原の歴史も楽しませる作家さんがいた。今回は以上。こんな感じで。素敵素敵、すごいですね。はい、ありがとうございます。せっかくなので伊藤さんにお店の PR をしてもらった。このお店の PR になるようなことができればな。なんか僕としてはせっかく協力してもらったので。こっちに来て興味ある人は話しに来てくれると、いろいろ私も教えてもらえるから嬉しいなっていうのがあります。気に入った絵があれば購入することもできます。コーヒーを飲みながら
歴史の話をして、で気に入った絵があれば購入することができますっていうぐらいの方が今はいいのかそうですね。まあコロナが明けたらね、体験教室とか。そうです。コロナが明けたら体験教室とかいっぱい来てくださいっていう感じ。あ、わかりました。伊藤さん、突然押しかけたのに快く撮影に協力していただきありがとうございました。ということで、早川駅ロータリーにあるカフェパステルオブライト、まず気軽に訪れてみてはいかがでしょう。さて続いて、早川沿いにあるこちらのお店、味よし。いい雰囲気出てますね。ラーメンが人気のお店で、中でも予想以上に辛い味よしラーメンはぜひ一度食べてほしい一品だが、この日は腹ペコだったのでカレーと醤油ラーメンセットに惹かれた。小食を自負しているので結構勇気のいる決断。カレーが激アツだったが、すかさずラーメンも到着。どうやらスピード勝負になりそうだ。醤油ラーメンも定番の人気メニュー。全然余裕で入る、食べ飽きない味。とはいえ結構ボリューミー、大満足、満腹です。さあ、最後にお届けするのが早川の神社仏閣編と思っていたんですが、結局お寺だけになっちゃいました。早川お寺多いんですよね。で、その中からいくつかご紹介。まずは一夜城に上がる手前にある海蔵寺。参道がね、長い。海蔵寺は1441年小田原城城主の大森氏によって建立されたもの。いや、しかし参道が長いな。まだ見えない。おお、見えた。境内が広くて立派なお寺ですね。フットサルぐらいならできるかな。そして本堂前にはこちらのヴィラン樹があります。看板の裏ですね。ヴィラン樹は成長すると樹皮が剥がれることから異名を裸の木や博打に負けて身ぐるみを剥がされることに例えられ、博打の木と呼ばれています。木からしてみたら変なあだ名つけやがってって思ってるでしょうが、ちょっとこの発想面白い。近くに天然記念物に指定されたヴィラン樹もあるので、興味ある人は行ってみて。続いてこちらは清少老人ホーム近くにある久王寺。いや、確実に入り口を間違えてましたね。横からまた入っちゃいました。行き当たりばったりで行ってるんでね、多分こうなっちゃうんですよね。さて、気を取り直して、説明板によると一度は廃寺となっていたものを1546年6月、北条原案の許可を得て家臣が建立したものだそうです。いや、苔がいい感じだな。分厚い。カーペットみたいだ。本堂手前のお墓はいつのものでしょう。読めませんね。久王寺は小田原出身の詩人福田正夫さんの菩提寺で詩碑があります。こちらも読めなかったな。続いて久王寺からほど近く、またヴィラン樹かなこれ。と思ったその先に早川観音があった。提灯でかいな。これは夜の方がいい感じなのかな。平成12年に作られたものらしいです。何々？野猿の侵入防止のため閉めている。ご参詣される際は開いてお入りください。入っていいんだ。野猿って久しぶりに行ったな。覚えてます？あのグループ。野猿。さあ、鍵を開けて入ってみましょう。あ、ひんやり涼しい。
いやー、なかなか豪華な作り。さて、まずはご挨拶。てか服がぐちゃぐちゃだな。お、パンフレットがある。いただきます。いやー、これだけのものを間近で見られるのは嬉しいですね。もちろん監視カメラがあります。出たら鍵をしっかり閉めてね。野猿が来るから。早川観音真福寺、昔は檀家さんがやっていた茶屋があったそうで、黒砂糖を使った素朴な駄菓子が名物だったそう。食べてみたかったな。さて最後は新幹線や車で早川を通るとめっちゃ目立ちますよね。こちらの観音像、どっから見ても目立つ。行ってみましょう。こちらは薬王山東禅院。お寺は1416年の改装です。いや、もう到着する前から観音像がバッチリ見えますね。もうちょっと近づいてみましょう。こちらの厄除け如来大観音は昭和57年に建立されたもの。いや、でかい。何メートルあるんだろう。早川通の友人はっちゃん曰く、カゴにいるのはタイとのこと。海上安全大量満足を願い、さらには魚介類など海の恵みへの感謝を表している。特に小田原にいるからなのか、魚介類への感謝、本当ですね。ということで早川編第1弾が終了です。早川はね、本当に歴史も人もすごくディープでした。もし気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた。銀次郎でした。